自分の代わりに罪をかぶれ。課長は俺にそんなとんでもない命令をしてきた。駆けつけた警官をこちらに呼び寄せて、彼は俺を指さした。おまわりさん、あいつです。嘘を並べて俺に罪を押し付けようとする課長。課長は大事な商談があると現場から逃げ去った。警官に囲まれた俺の頭の中は怒りと失望でいっぱいになった。俺の名前はカズト、28歳。ある商社の営業部で働いている。大学卒業後、最初に勤めたのは小さな印刷会社だった。俺はそこで意地悪な上司から嫌がらせを受け、心を病んで数年で退職。およそ半年の休養の後、親戚から紹介される形で今の会社に就職した。社員の数は80名ほど。社屋はきれいで雰囲気が明るいし、福利厚生も充実している。前の会社を地獄とするなら、ここはまさに天国。俺は紹介してくれた親戚に感謝した。ただ、前の職場に意地悪な上司がいたように、問題のある人物はどこにでもいるらしい。俺は今の会社の唯一の欠点とも呼ぶべき人と深く関わり、嫌な思いをすることになった。彼の名前は吉尾、営業2課の課長を務める42歳。吉尾課長は傲慢で、それでいて臆病で、なんとなく情緒不安定な印象を受ける人だった。すぐに感情的になるし、いつも言動が荒っぽいし、尊敬できるところを探すのが難しかった。部長から指示があった。今日から俺がお前の教育係だ。ビシバシ行くぞ。はい、どうぞよろしくお願いいたします。最初に言っておくが、俺の命令は絶対だからな。わかったな。服従を強要して部下の反発を抑え込もうとするスタイル。嫌な予感がした。前の会社の意地悪上司にそっくりだったからだ。彼らは突き上げを嫌う。ポジティブかネガティブかを問わず、状況の変化を好まない。吉尾課長と接するとき、俺はそうやって過去の苦い経験を思い出して何度も苦しんだ。吉尾課長には自分自身を過大評価している節があった。俺は他の奴らとは違う特別な存在だと考えているように感じられた。何が彼をそうさせていたのかはわからない。人より仕事ができるわけではないし、人望もなかった。嫌な人間だから、むしろ周囲から距離を置かれていたように思う。吉尾課長の得意技は責任転嫁。それは鮮やかなものだった。何があってもするりとかわす。ある日、吉尾課長は自分が参加する会議のための資料を作り忘れていた時があった。すると、そのことに気づいた彼は、カズトと大声で俺をデスクの前に呼び出して、お前はどうしてそう気が利かないんだ。俺がこれから会議に出ることは知っているはずだろ。だったら資料が必要なことも分かっているはずだ。違うか？はい、違いません。資料が必要なことは分かっています。ですが。だったら、なぜ前もって資料を作らない？いずれお前も会議に参加するんだぞ。もっと主体性を持って仕事しろ。分かったか？分かったら早く資料を作れ。申し訳ありません。と、それまでしていた作業を中断して資料作りを始める俺。結局、吉尾課長の手元に資料がないのは俺の怠慢のせいになってしまった。会議があることを知っていたのは確かだ。でも、議題など具体的なことは何もわからない。当然、どんな資料が必要なのかもわからなくて、俺は右往左往させられることになった。面倒も責任も華麗にかわす。トラブルが起きても無関係。それが吉尾課長のスタンス。周囲はそんな彼に呆れ気味だった。だから、俺もできるだけ慎重に接するように心がけた。同僚はみんな吉尾課長の困った性格を知っていて、俺に同情的だったことだけが救いだった。周りから距離を置かれがちな吉尾課長。彼が疎まれているのには
責任転嫁が得意なこと以外にも理由があった。目上にはペコペコするくせに、目下の人間にはすごく横柄に接する人だったからだ。俺たち部下にほんの少しでも落ち度を見つけると、ここぞとばかりに猛烈に叱ってくる。しかも、その叱り方というのが尋常じゃなかった。乱暴なことこの上ない。部下に説教する時間は自分の怖さを周囲に知らしめるチャンスと捉えていたらしい。机を叩くわ、椅子を蹴るわ、書類を投げるわ、定規で打つわ、もうやりたい放題。そういう威圧的な振る舞いのせいで、俺たち部下はみんな萎縮してしまっていた。課の成績が今一つだったのは、そんな吉尾課長の態度が原因だったと思う。それに雰囲気が悪くて信頼関係も薄かった。親しげに見えるのは上辺だけという感じ。当たり前だ。いつ吠えるかわからない上司に気軽に相談しようという部下はまずいない。それなのに吉尾課長は自分には全く責任がないかのような顔をして、うちの課の成績は今月も最下位だったぞ。お前らもっとやる気を出せ。いつも他に負けていて恥ずかしくないのか。負け癖がついているんじゃないのか。と部下を一列に並べて真っ赤な顔で怒鳴り散らす。吉尾課長にはきっと俺たちに葉っぱをかける狙いなんか初めからなかったと思う。彼はただ成績不振は部下のせいですと大きな声で上司にアピールしていただけだ。こんなこともあった。取引先の担当者からなぜ連絡をくれないのかと電話があった。次の商談をいつするか希望日を連絡してほしい。そう吉尾課長にメールしたという。吉尾課長からもスケジュールを確認して連絡いたしますと返信があったのだとか。すると吉尾課長は何を思ったか、いきなりカズトと大声で俺を呼び出して、お前なぜ先方に商談の希望日を連絡しなかった。しておけと伝えただろう。いいえ、私はそういった指示は受けていませんが。いいや、指示した。俺はその日のうちにお前にメールを送信したんだからな。俺はすぐにメールを確認した。けれど、いくら遡ってもダメ。取引先に商談の日程を連絡しろ、などという指示のメールはもらっていなかった。それでも吉尾課長は送信したと主張して譲らない。送信履歴が残っているらしい。困った俺は社内 SE に履歴の確認を頼んだ。案の定、そんなメールは届いていなかった。そうなると今度は吉尾課長が本当に俺にメールを送ったのかどうかが疑わしくなる。社内 SE が吉尾課長のパソコンを確認しようとすると、課長はそれを断固拒否して、確認の必要はない。とにかく今後はこんなことがないように、口頭でも指示するからきちんと対処するんだぞ。わかったな。さあ、すぐに先方に連絡しろ。そう言って周囲を煙に巻き、社内 SE を帰らせてしまった。責任の所在を曖昧にして最後まで己の非を認めなかった。吉尾課長が俺にメールなんかしていないことは誰が見ても明らかだった。みんながみんなそのことを察していた。指摘しても無駄だから何も言わなかっただけ。慕われない、魅力がない、責任転嫁しか頭にない。それが吉尾課長という上司だった。どんな仕事をしていても客からのクレームは避けられないもの。でも吉尾課長はそんなクレームから逃げることも得意だった。部下の一人が担当している案件について取引先から電話があった時のことだ。営業担当の対応に納得がいかないとかで取引先の担当者は大いにご立腹だった。よくある流れで上司を出せという話になった。ところが吉尾課長は対応を拒否。内線電話を保留にしたままぐるりと家内を見回して、確か前の営業担当はお前だったな。野口、お前が出ろ。こういうのは慣れたやつの方がいいんだ。言っておくが絶対に先方の機嫌を損ねるんじゃないぞ。上司のふりをして自分の代わりに対応しろ。そう部下に指示をした。元担当者は渋々といった様子で電話に出てペコペコと頭を下げ始めた。
先方は上司を出せと求めてきたのに、なんて不誠実な対応をするんだろう。こういう時に矢面に立つのが管理職の役目なのに、その責務を果たそうともしない。吉尾課長はこういった手段を使って必ず自分以外の誰かにクレーム対応をさせた。前任者だから、自分が出る幕ではないから、部下の成長を促すため、理由は様々だ。しかもクレームのやり取りが終わると、対応した部下を偉そうな態度で呼び出して、さっきのクレーム内容について報告しろ。できるだけ具体的にな。そう命じてくる。上司として何があったかを把握する必要があるかららしい。これもまた都合のいい言い分だった。吉尾課長の狙いは他にある。クレームに関する情報を自分に一番都合のいい形で部長に伝えるためだ。もちろんそこには嘘も混じる。部下のミスを自分がフォローしたかのように話す。失敗はすべて部下のもの。手柄はすべて自分のもの。それが吉尾課長のやり方。報告を受ける営業部長には吉尾課長の嘘に気づきながら放っている様子がうかがえた。吉尾課長の振る舞いに呆れ果てていて、あれこれ注意する気にならないのだと思う。また吉尾課長は頻繁に飲み会を主催する人でもあった。連れて行くのは後輩だけ、目上の社員がいると威張れないからだ。もちろん進んで参加したいなんていう部下は一人もいない。俺もそうだった。けれど行かないと吉尾課長は機嫌を損ねる。すると会社できつく当たられる。嫌がらせのターゲットにされるよりは愛想笑いをしておく方が楽だった。部下を集めて飲みに行き、好きなビールを何杯か飲むと吉尾課長の武勇伝が始まる。俺は大学に推薦で入ったんだ。成績優秀だったからな。同級生が試験勉強に精を出してる中、俺だけは漫画を読んでいたもんだよ。不出来な連中は哀れだよな。もうじき43歳になろうという男が、高校生の頃の自慢話をして越にいる。これを痛ましいと言わずして何と言えばいいだろう。俺は聞いていてつらかった。きっと吉尾課長は今の自分に自信がないのだと思う。だから過去の栄光を披露する。昔はすごかったから今でもすごい。そう周りに思ってもらうためだ。とても情けない。ネットの情報だけど、実績を出せていない人はその反動として武勇伝を語りがちらしい。なんだか聞いていてかわいそうになるよね。と春野も苦笑いを浮かべていた。春野は経理部に勤めて4年になるという俺より2歳年上の先輩社員だ。吉尾課長主催の飲み会に毎回参加する愛想のいい女性社員は彼女以外にいない。春野曰く飲み会の雰囲気やお酒そのものが好きだから参加しているそうだ。ただ身勝手で自意識過剰で思い込みの激しい吉尾課長がそれを信じるはずはない。春野は自分に気があるから飲み会に来ているに違いないと勝手に判断したようだ。ある日、吉尾課長は飲み会のたびに春野と親しく話をしている俺を捕まえて、春野くんには彼氏はいるのかな？お前こっそり確認してくれないか？そう照れくさそうに尋ねてきた。俺は驚いてしまった。吉尾課長から見れば春野は一回り以上も年下だ。まさか守備範囲だったなんて。いや別に悪いことじゃないけれど、それより困ったことになった。仕方がないので俺は正直に打ち明けることにした。春野さんには彼氏がいます。私がそうです。は？実は半年ほど前から交際させてもらっているんです。なんだと？春野と俺は付き合っている。これは特に仲のいい同僚たち数人にしか教えていないことだった。そろそろ周囲に知らせようとしていたところだったからちょうどよかった。ところが俺たちの交際は吉尾課長にとって受け入れがたいことだったらしい。彼はたちまち真っ赤になって、社内恋愛は禁止じゃないのかと怒鳴ってきた。俺はそんな吉尾課長に就業規則に社内恋愛を禁止する条文などないことを説明した。結婚を考えているので課長にも応援していただけると嬉しいです。
俺のそんな言葉が追い打ちになったのか、吉岡町はがっくりとうなだれた。どうやら春野に対する恋心は本物だったらしい。気の毒なことをしてしまった。この時のやりとりが影響したのかもしれない。それからというもの、俺は吉岡町から一層辛く当たられるようになった。俺が春野との交際を打ち明けて数週間後のことだった。用事があって有給を取った俺のスマホに吉岡町から着信があった。嫌だなと思いながら通話に応じると、向こうは何やらひどく焦っている。事情はあってから説明する。すぐに今から指定する場所に来い。とのことだった。仕方がないので現地に行くと、そこは人通りの少ない路地。地理に詳しい人間がたまに抜け道として使う狭い道路だった。道の端にはフロントガラスが割れた営業車、そして無残にひしゃげた自転車。さらにその隣には壁に背中をつけて荒い息をする血だらけの男性の姿があった。大丈夫ですか？俺が駆け寄ると、今までどこにいたのだろう。吉岡町が青い顔で現れた。どうやら吉岡町が抜け道を通ろうとしたところ、自転車とぶつかったらしい。すでに通報は済ませたという。だったら今の俺たちにできることはそう多くはない。俺は被害者に呼びかけ、横になりたいと訴える彼の体を支えて、ゆっくり寝かせてあげた。そんな俺に吉岡町がとんでもないことを命じてきた。カズト、お前が事故を起こしたことにしろ。罪をかぶれっていうことですか？そうだ。俺、今から大事な商談があるんだよ。頼んだからな。いや、そういうわけにはいきませんよ。ちょっと待ってください。吉岡町は俺が止める前に駆け出していた。そこへちょうどパトカーがやってきた。降りてきた警官たち。吉岡町はその警官たちに駆け寄り、振り返って俺を指さした。おまわりさん、あいつです。逃げようとしたので引き止めておきました。なんという嘘をつくんだろう。後輩をひき逃げ犯に仕立てようとするなんて。大事な商談を理由にその場を離れ、後ろも見ずに駆け去る吉岡町。警官に取り囲まれた俺の頭の中は、最低な上司に対する怒りと失望でいっぱいになった。結果から言うと、愚かで浅ましい吉岡町の嘘はすぐに暴かれることになった。俺がその場で無実を訴え、駆け去った男こそがひき逃げ犯だと詳しく説明したからだ。吉岡町から電話を受けたとき、俺は春野と一緒だった。有給を取ったのは結婚式場の下見のため。事故当時のアリバイはすぐに証明された。吉尾先輩はというと、取引先に現れたところを先回りした警官たちに確保された。ひき逃げについて質問すると、俺に罪を押し付けて逃げたことをあっさり認めたという。後日、吉岡町は罰金刑に処された。ひき逃げの罪は重い。後輩である俺に罪をなすりつけたとなればなおさらだ。社内は人の道を外れた吉岡町の話で持ちきり、そんな状況で働けるわけがない。罰金を払い、被害者にも慰謝料を払った吉岡町は一身上の都合を理由に退職した。さすがの吉岡町も同僚たちの冷たい視線の中で仕事を続ける自信はなかったらしい。被害者は近くに住む男子大学生で、顔と手足に全治約2週間の怪我をした。社長と部長がお詫びに伺ったところ、彼は救護に当たった俺に感謝してくれていたそうだ。吉岡町がいなくなった後、会社では地元の警官を交えて安全運転講習が行われた。例の抜け道を使うことは控えるようお達しもあった。仕方のないことだと思う。安全運転を心がけることと同じくらい大事なのが、正直に罪を認める勇気を持つことだ。無責任でいい加減な吉岡町にはそれができなかった。あんな人間にはなりたくない。俺はこれから結婚して、ゆくゆくは人の親になりたいと思っている。我が子に胸を張って正直であれと教えられるような、そんな自分でありたい考えだ。